日本語では、英語で言う一人称の愛を表すのには、本当にたくさんの言い方があります。まず、日本語では、男性と女性、子供と大人では、同じ一人称でも違う表現をする場合が多いです。子供の頃は、男の子は自分のことを、僕と表現する場合が多く、小学校から中学ぐらいになると、俺と表現するようになります。女の子は、子供の頃は、私というように自分を表現する場合が多いです。その後、男性は場面により、自分を表現する一人称を分けるようになります。大人になると、公式な場面では、私を用い、フレンドリーな場面では、俺を使い、家庭内や親族間では僕を使う場面もあります。しかし、一方で女性は、ほぼすべての場面で私を使うことが多いです。でも、アニメの世界などでもあるのですが、女の子が自分のことをたまに、僕と表現する場合もありますが、日本語初心者の外国人にはあまりおすすめできないですね。その他には、自分のことを、自分はというように自分を主語にする場合も多くあります。しかし、日本でのこの一人称の表現は本当に多く、歴史的に過去に使われていたものを含めると、普通に知ることができる限りで50程度はあるようです。文章の世界では、当方、小生、手前と自分をへりくだって表現したりする場面もあります。このへりくだりは外国人の方にはかなり難しいと思います。昔の物語、ドラマなどでは、拙者、それがし、などもありますが、現代でも、冗談も含めて、拙者は、などと面白く言う場合もありますね。基本は、日本語を始める場合は、自分のことは、私でいいと思いますが、相手の表現を理解は必要ですね。では、ここから、いろいろな一人称の使い方の例を聞いてみて、聞き取りの練習をしましょう。いろんな場面で聞き慣れてくださいね。はじめは私からです。私は丁寧な表現で、男女共通で使うことができます。女性はカジュアルでも使います。私は学生です。私は日本へ行きたいです。私は音楽が好きです。私は昨日映画を見ました。次は僕ですね。男性が主に使いますが、丁寧で柔らかい印象の表現です。どちらかというと、少年っぽい印象ですね。僕はサッカーが好きです。僕は毎朝6時に起きます。僕はギターを習っています。僕は行きたいです。次は俺ですね。
俺はカジュアルで男性的な表現です。友達や同年代との会話でよく使われますね。俺は忙しいんだ。俺のスマホどこだっけ？俺、昨日ゲームやりすぎた。俺もそれ思った。俺の順番だろう？次は自分です。しかしこの自分は関西弁ではあなたの意味にもなるので注意が必要ですね。この自分という表現はスポーツなどの場面で自称に使われることが多いです。自分は高校生です。自分は野球部に入ってます。自分も手伝います。自分はあまり詳しくないです。次は私です。これは私の砕けた女性的な言い方。カジュアルな会話で使われる。私、ケーキ作るの好き。私も言っていい？私のカバン知らない？私、疲れちゃった。私の猫、かわいいでしょ？続いては、私です。これは、非常にフォーマルな表現ですね。ビジネス、敬語の場などで使われることが多いですね。私は田中と申します。私が本日担当いたします。私が責任を持って対応いたします。私の判断で進めました。次はうちです。この表現は主に関西で女性が自分を指すときに使うことが多いです。カジュアルで親しみやすい言い方ですね。うち、昨日から風邪ひいてんねん。うちの犬、とてもかわいいよ。うちもそれ欲しい。うちの家、ここから近いよ。うち、たこ焼き大好きやねん。こんな感じで紹介しましたが、日本語には本当にたくさんの一人称があります。皆さんもぜひいろんな場面で聞き比べて、自分でも使ってみてくださいね。では、今日はこの辺で。